札幌はね、バイク置き場が全然ねえわ。トリトンで寿司を貪っていきたいと思います。俺もうものすごいメンタル弱いのよ。ここで止まってくれたよ、レクサス。北海道といえば白い恋人。あ、この人逆走してるわ。あ、これトゲだやろ、これ。あー、いるんや。はい、札幌すすきのエリア。札幌はね、主にね、すすきのとあと札幌駅、地元の人は薩津駅って言ってるらしいけど、その2箇所が大きく発展してて、はい、これね、ブラック日課の、何これ、なんでブラック日課なんやろね、すすきのは。で、駐車場が結構広くなってくんねんな。やっぱ、あれやね、中心地だけ土地が高くてって感じやけど、ただ、札幌はね、バイク置き場が全然ねえわ。マジで苦戦している。今、札幌滞在4日目やけど、ちょっとね、バイク置き場があんまりないから、1100円とかそれぐらいするところに止めていっております。腹減った。トリトンはね、札幌を拠点としている回転寿司屋さんで、100円ではないね。そこそこ高いんやけど、ただトリトン自体が卸売りもやってるところやから、その産直っていうのが売りっていう味がすごくいいらしい。コスパが高いということでね、地元札幌市民から愛されているお寿司屋さんがトリトンという風に伺っておりますので、トリトンで寿司を貪っていきたいと思います。でね、ちょっとね、駅前でいろいろ聞き込みをした結果なんやけど、サーモン食べ放題のお店っていうのが、18時から1時までの営業でやってはいるんやけど、やっぱりね、食べ放題っていうだけあって、あんまり味は良くないという評判を伺っております。店名がね、狼36みたいな、そういう名前。むっちゃ変わった名前。狼っていう漢字一文字と、あと36は数字やったかな。770円でサーモンの食べ放題プラスアルファ2品を頼むことによってそのサーモン食べ放題を選択できるようになるっていうような提供の方法をしてるらしくて、2人で行ってもね6000円ぐらいで収まっちゃうんやって。むっちゃコスパいいよな。どれぐらいのもんかね食べたいんやけど、ただね残念ながらちょっと居酒屋ということで1人で入れないんだよな。おい、1人で入れねえよ。そういう店多いんだよ。というわけでカウンター席がおそらく用意されているであろうトリトンへまず向かっております。お腹すいたぜ。現在の日付がね6月26日の14時50分ということで、寝てました。さっきまで何をやっているのやらって感じなんやけどね、あかんな。やっぱ無能がフリーランスになってはいけないっていう最たる例やわ。俺は凡人がねフリーランスになることによって自分を追い込みすぎる。それによってねちょっと軽いうつ状態になってて、俺ものすごいメンタル弱いのよ。会社員時代とかもそうなんやけど、メンタルがものすごく弱い。だからストレスがあるとねすぐに寝てしまうっていう。で寝たらまあ回復できるからまだいいんやけど、死にたいっていう方向にはいかないのはまだ救いではあるけどね。仕事をね減らすことにしました。ちょっとね記事毎日書くのは無理やなと判断して、あれもうトリトン近いな。回転寿司トリトン豊平店もうすぐそこまで迫っております。値段はある程度するであろうトリトンさんへ行って美味しいものを食べることによって自分のメンタルを回復させるっていうのを目的としております。あー来た。ほら駐車場が結構広いねんな。札幌は少し薩津駅とすすきの駅を離れるとねすぐ駐車場が大きめになるから、その辺りはありがたいが交通量が異様に多い。京都と同じ感じで街がものすごい綺麗に整備されてるせいで信号がやたらと多くて走りにくいな。5番目上に作られてることによるデメリットやな。なあこの交通量全然行く隙間がない。ここで止まってくれたよレクサス。止まられてもありがとう。ありがとうね。ありがとう。でも2車線だからさ。さトリトンです。いよいよ札幌もね暖かくなってきちゃって、今日の最高気温27度出たよ。これもう本州戻れへんやつやで。北海道で27度出されたら本州戻ったら溶けるよね。出たはい、33年目の夏を迎えようとしております。今年の夏はね越せないよ。はい、回転寿司トリトン来たね。食べるよ。お願いします。トリトンはなぜか挨拶をしてくるな。いやうまかったね。6皿でだいたい1700円ぐらいやけど、ウニ頼んじゃったからウニがだいたい650円ぐらいということで、ほぼウニの値段になってしまったな。その分他の5皿で1000円ぐらいっていうのは安かったなっていう感想ではあるんやけど、なんかねウニは想像してたほどではなかった。感動するような味では全然ないけど、サーモンとかはね値段の割にだいぶうまいなっていう感じだったね。だからウニ以外を言っとくのがおすすめかもしれない。で残念ながらね調べてみた感じ東京にもあんねんな。2店舗池袋とあとスカイツリーのふもとの空町にトリトンがございます。でこれからはね北海道といえば白い恋人、白い恋人といえば北海道ということで、白い恋人パークっていうのが北海道にあるのよね。そこにちょっとお邪魔したいなと思ってはいるんですが、札幌の人はねなかなか運転が荒い。お
俺はちょっとねビビってるぞ、札幌の人の運転に。ものすごい飛ばすのよ。次信号は赤やで分かってんのにものすごい煽ってくるね。やっぱ都会になってくるとみんなあれやね、時間の間隔が短くなるから煽る傾向にあるな。みんな何かしらに縛られてんの。俺みたいにフラフラしてるような人種珍しいんやから。今日はね札幌の観光に時間を使って明日ねちょうど宗谷岬っていうことよ、宗谷岬に挑んでいきたいと思います。なんとね宗谷岬札幌から300キロという工程でして、しかもやば、この人やったな。この人逆走してるわ。ここいつやろ、ここいつやわ。どうした死んだかどっか行ったわ。絵に描いたような高齢ドライバーが運転してたな。宗谷岬に限らずであるんやけど、北海道はね広すぎる分宿がないねん。だから俺さテント持ってきてないやん。宗谷岬行くやん、宿がないやん、死ぬねん。一応ね宗谷岬の隣が稚内っていうところで、稚内にもホテルはあるにはあるんやけど、札幌みたいなゲストハウスとかじゃなくてもガチンコのホテル、リゾートホテルになってくるから1泊1万を余裕で超えてくる。迷うよー。はい、テレビと3時46分ですね、現在が。そんなに高くない。それにしても交通量が多く走りにくい。これ時計台ちゃうんか、これ時計台やろこれ。お前ほんま全然やな。日本で一番がっかりされる観光名所として名高い札幌時計台ですね、今のが。すごいっしょ。もう大都会感えぐいよね、札幌は。さすが200万人都市。うわ、これ警察署すげえぞ札幌。地下通路もねものすごいの。札幌すすきの間を全部繋いでるから、なかなかの距離の地下通路があって、もうナンバーウォークみたいな感じになってる。すごいな。これは出ないわ。ここでいいってなるわ。十分や。とこやね、住みよさそうな。雪さえ降らんかったらね。でも雪が降るから試されるよ。でね、多分ね白い恋人パークでは白い恋人をね無料で食べれるんじゃないかと踏んでいる。何にも調べていない。ただね札幌の中心地からは若干距離が離れますね。17分ということなんで、17分も走るとねもう札幌はね熊が出ます。札幌ってねびっくりしたんやけど、こういうイメージなんやけど、南区とか東区っていうエリアが結構絶望的なエリアで、熊がねよく出んねんって。札幌やのに熊出んのって思うけど、その南区東区はもう大自然が広がってるわけよ。玉ねぎばっかり育ててるらしい。だからねその辺のエリアはもう完全に名前負けしてるね。熊の方が多いっていうもんね。うわ、すごくないこれ。アメリカみたいなの置いてあるな。日本で見た初めてやこれ。やっぱ違うで札幌。せっかく札幌来たしね、もうちょっと残念やけど一生来ないわけやからさ、これが最後やから行ける限りのところは行っておきたいよね。まあね200万人都市っていうともうほんま日本有数やし、札幌の規模っていうと日本5番目とかそれぐらいになるからね、見れる限りのところは見ときたいなと思っている次第ではありますが、まあでも一見するとマジで普通の大都市やねんな。何の変哲もない。ビルも高いな。レベルが高い。家賃はね結構安いね。すすきのまでドアドア30分とかそれぐらいのレベル。電車で20分とかの範囲で4万円で2部屋とか、じゃあ駅徒歩10分とか15分とかそれぐらいになっちゃうんやけど、東京でいうと新宿までドアドア30分のエリアやから、それで4万円で2部屋とかやから、やっぱりだいぶ家賃の水準は安いというかね、最低時給もすげえ安いの。大都会の中で一番安いね、最低時給が北海道の札幌は。かわいそうやね。時給860円とか言ってたかな。で働いてるような人がいっぱいいるらしくって、マジかって思うな。大学時代ぐらいやな、時給800円ぐらいで働いてたのは。つってもう大学の4年ぐらいからはずっと携帯販売ばっかりしてたから、時給1300から1500の間やったね。だから久しぶりに聞いたそんな時給の水準。だいたい東京とかさ、最低賃金が1000円いってんのあれ。1000は行ってないのかっていう感じだからね、やっぱ東京恵まれてるの。日本一高いエリアではあるから、物価が当然高いからさ、東京は高いんやけど、新宿まで電車で30分って言ったらどれぐらいのとこや。八王子立川とか1時間かかんのか。俺はあれやから、渋谷に1部屋で8万っていうかなりしんどい価格帯で生活してるから。そしてすでにもう33日帰ってないけど、その間も家賃は着実に発生していて、俺は今月の家賃もそろそろ振り込まないとまずい。だいたいさ、更新料ってなんなんマジで。もあれ頭おかしいと思う。何にも更新してない。もう更新料を取るんなら壁紙張り替えろよ。いるんや。任天堂と関係ない人やな今の。ここともバトっといた方がいいんちゃう。任天堂しかもソロやった。ソロマス2じゃなかったぞ今の。あんねや。あんな一人でやってんの。
でもコスチュームもマリオやったよな。あれどうなったんやっけ。なんか最近判決出たよね。任天堂が勝つのは当たり前やけど、どれぐらいの賠償金になったんやろうね。おお、やっぱ都会面白いな。密度が濃いといいね。大自然あかんわ、やっぱり。道東行くんが怖いもん俺。道東行っても何も見えるもんないぞ。お前山と湖と川しかない。